こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい、ということで皆さん今日なんですけど、サムネイルを見ていただいた通り、新メンバーが登場します。イエーイ！ということで皆さん気になっていると思うので、早速登場していただきましょう。それでは新メンバーはこちらです。はい、ということで新メンバーのハンくんです。ハンくんです。こんにちこんには。ちは。ハンくんなんですけど、よく私がね、動画でも話している韓国人彼氏のハンくんです。で、ハンくんはね、今一緒に福岡で住んでいます。で、ハンくんはまず国籍を教えてください。韓国人です。はい、ということで、ハンくんは韓国人です。韓国のどこ出身なんだっけ？右下のうん、プサンの出身。プサン、第二の都みたいな感じだね。うん。日本で言うと、東京の次の大阪みたいな感じだけど、雰囲気は結構福岡に近いよね。もう、すぐ隣だしね。うんうんうん。飛行機だったら1時間かからないくらいだからね。フライトの時間だけ見たら30分くらいかな。うんうん、そっか。うん。ということで、私たち国籍が日本と韓国で国際恋愛なんだけど、距離がね、東京より近い。そうそうそう。なんで正直日本人の人が福岡と東京で遠距離恋愛するよりは全然近い。うん。なんなら泳いでいける。そうそう、泳いでいけるくらいの距離で。で、今まではね、日本と韓国で暮らしてたんだけど、もう去年の12月か。うん。うん。から福岡に引っ越して、で、今は福岡県の中のホテルでお仕事をしています。で、ちょっとお仕事の関係でね、今はちょっとサングラスをかけての登場なんですけど、ホテルのお仕事はどうですか？ホテルのお仕事は、うん、大変なところもあるけど、うん、なんか、お客さんにありがとうとか言われることが多いから、うん。結構やりがいがある仕事だと思ってる。いやー、めっちゃいいね。やっぱやりがいって大事ですよね。うん。なんかやりがいって皆さん知ってるかな？やりがいっていうのが、お仕事をしてるときに、自分がこのお仕事をしている意味とかね、そういったものを感じながらお仕事をするって大事だよねっていうので、よくやりがいとかっていう風に言います。ハン君はね、今ホテルのお仕事で、直接お客様からね、ありがとうって言われる機会がたくさんあるので、やりがいを感じてお仕事ができています。で、皆さん気になってると思うんですけど、ハン君めちゃくちゃ日本語上手じゃないですか？すごいよね。そうなんですよ。そうなんですよ。ハン君今まで日本でお仕事した経験はありますか？お仕事は、うん、ワーホリをやってたから、うん、いつ始めたのか正直、正確には覚えてないんだよね。うん、でも、ワーホリ始めるときに、うん、いろいろ不安なところが多いから、うん、うん、始める前、うん。韓国で先に決めていたの。なるほどね。うん、旅うん、館うん、の調理補助、うん、うん、調理場の仕事だったけど、うん、韓国で電話で面接とかいろいろやって、うん。先に決めて、ワーホリ始めたね。めっちゃいいね。で、これ皆さん、日本に来る前にね、お仕事を決めるってちょっと羨ましい。どうやってやったのって思うと思うんですが、そこについてはね、次回の動画でお話をしています。ぜひぜひちょっと、そっちもね、楽しみに待っていてください。他にも、ハン君日本語も本当にね、ペラペラ上手なんだけど、日本語の勉強法だったり、うん。なんで日本に興味を持ったのみたいなのも次回からの動画でたくさんお話ししてくれているので、ぜひぜひちょっと待っていてください。ということで、今日なんですけど、ちょっとハン君初登場の回ということなので、ハン君にいろいろ質問をしていきたいと思います。まず、ハン君は私と同い年だよね。うん。うん。で、私たち同い年、同級生の年に生まれています。ハン君の趣味は何ですか？私は、基本的にパソコンでゲームしたり、うん。料理したりも好きだから、うんうん。もうデザートもたまに作るし、そうだようん。ね。うん。ハン君が作るデザートがめっちゃ美味しいんですよ。ちょっと写真こんな感じで出しときます。じゃんじゃんじゃんくらいで。めちゃくちゃ美味しくてね。私、ハン君がこっちに引っ越してくる前に結構頑張ってダイエットをしてたんですよ。なのに、去年の12月引っ越してきてから今までうん。半年と2ヶ月くらい経ったんだけど、5キロくらいかな。
太っちゃって、ハン君ってデザートだけじゃなくて、韓国料理とか、美味しいなんかパスタとかもたくさん作ってくれるんですけど、全部美味しすぎてね、ちょっと食べ過ぎちゃって、結果5キロくらい太って、また今焦ってダイエットをしているところです。ハン君は、もともと料理がいつから好きだったの？うーん、高校くらいかな。うんうん。なんか、YouTube とか見て、うん。これ美味しそうだなの動画を見つけたら、うん。ちょっとずつ作ってたんだよね、家で。なるほどね。それでうん。始めたら、うん。なんか特に包丁使うのがうん。楽しくて、うん。玉ねぎ切ったり、玉ねぎ切ったり。うん。うん。それが好きだから、どんどん回数が増えてうん。趣味になったって感じかな。なるほどね。ハン君の得意料理は何ですか？得意料理。うん。韓国語になっちゃうけど、うん。ジェユッポックンとか、うん。豚肉をちょっとこう甘辛く炒めたものうん。とか、最近はキムチチンとか、うん。これはキムチを使ったスープで、こう、大きい豚肉をね、ちょっと煮込んで柔らかくして食べるものうん。とか、また何があるかなあ、キンパも最そうだ近あんまりね。作ってないけど、うん。引っ越しの前結構作ってたよね。そうだね。キンパっていうのが、その海苔巻きだね。うん。ご飯を海苔で巻いて、で、そのご飯のところにいろいろたくさん具材を入れて巻くものなんですけど、めっちゃ美味しいよね。ハン君が作るキンパめっちゃ美味しくて、いつも結構食べ過ぎるよね。私一人で2本近く食べたりもするので、はい、大好きな海苔巻き、キンパ。中に何が入るかによっても全部うん、味が変わるからね。そそうだよこもね。面白いよね。面白い。そうなんですよ。ちょっと写真とかこんな感じで出しとくんですけど、ハン君はね、いろんな種類、なんか辛いものとか、卵とか、ツナを入れたものとかね、うん。そんなものをいろいろ作ってくれて、はい。また食べたいな、キンパ。最近食べてないね。ちりめん入れても作りたい私。おー、やりたい。めっちゃ美味しそう。また、ちょっとキンパ作るときとか食べるときとか、ちょっと動画とか回しましょう。ですね。じゃあ、ハン君は、なんか普段こうゲームをするってうん。言ってたんだけど、なんか最近やったゲームとかは何がありますか？ロールとか、ふんふん。最近ネットで流行ってるめっちゃカメレオンで、めっちゃカメレオン。流行その、ってるね。うん、その隠れるゲームとうか、んうん。オーバーワッチとか。うーん。特に好きなのは、エイペックスだけど、うん。最近はちょっとやってないね。ほんと好そっか。きだけど、一うん。緒にする友達がないと、うーん。あんまりチームワーク的にね、面白くなくなっちゃうから、うーん。最近は友達たちとゲームあんまやってないから、そっちは最近はやってないかな。そっかそっか。そうだよね。どうしてもね、お仕事してたりすると時間が合わなくて、うん。なかなかできない。でもめっちゃカメレオンこないだ一緒にね、うん。やったけどめっちゃ面白かった。うん。あとは最近ちょっと私たちね、1個ゲームを買ったんですよ。何買いましたか？リズム天国買ったね。そう、リズム天国買いました。任天堂のスイッチでね、うん。できるやつなんだけど、私たちはスイッチ2をね、買っているので、ちょっとそれで遊んだんだけど、めっちゃおもろくない？うん、面白かった。ねえ、ちょっとまだまだね、ステージがたくさんあるので、ちょっとこれからちょこちょこやってうん。遊んでいこうかなと思っています。意外と難しいしね。あ、そう、めっちゃ難しかった。うん。結構さ、ステージの中でもレベルがあったじゃん。うん。最初は簡単なんだけど、だんだん難しくなっていくんだけど、一番難しいやつちょっとやばいよね。その最初のうん。ヒゲ取るやつあったじあ、ゃん。あったあった。玉ねぎの。うん。それ、最後のレベル3が本当に難しかった。やばかったよね。うん。ちょっとまだクリアできてないんだけど、ちょっと頑張ってクリアをできるように頑張ります。かな。なんで、結構ね、私たち他にもポケモンとか、あとは、何やってたかな、マリオカートとかね、うん。いろいろ買ってちょっと遊んでるんですけど、もともと私はゲームが全然好きじゃないというか、する習慣がなかった。で、ハン君はもう毎日のようにやってたんだよね。うん。うん。韓国では本当毎日何時間もやってたね。だよね。だから私はちょっとハン君の影響を受けて、最近そのスイッチ2使って一人で遊んだりもするくらいゲームが好きになりました。皆さんもなんかこう誰かの影響を受けて好きなものとか趣味が増えた経験とかってありますか？
なんかやっぱね、そういうのが、こう、友達とか彼氏とかもだけど、こう、趣味が増えていくってすごくいいことの一つかなと思います。ハン君はちなみに日本に来て、うん。なんか日本食だったらこれが一番みたいなのはありますか？私は、うどんかな。うどんね。うん。美味しいよね、福岡。私もともとうん。福岡って言ったら、うん。麺だったらみんな、特にラーメンって言うけど、私うんうん。ラーメンよりは、うどんのことを楽しみにしながら来てたんだよね。そうだったね。うん、私、関西にいる時も、うんうん。うどんが好きで、うん。香川一人で行ってきたりしてたし、うんうんうん。それで食べてみたら、香川のものは、もっちもちしてるけど、うん。食感が、うん。麺がね。うん。福岡の方は柔らかくて、ちょっと優しうん。い。そんな感じで、私的には福岡のものが一番美味しかった。私も実は福岡のラーメン、福岡のうどん派なんだよね。うーん。美味しいよね。すごい福岡って柔らかくて、うん。さっきハン君がこう、もちもちって香川のうどんを表現したんだけど、福岡の方がもちもちっていう食感を使うんだったら結構いいのかもしれない。うん。で、香川の方はコシがある。ああ、ちょっとそう、硬い。そう、こうガシガシ噛んで食べるようなうどんうーん。ですね。なんで、めっちゃ強いよね、食感が。うん。福岡はもちもちで、しかも、香川ってさ、結構味強く食べるじゃん。うん。なんだけど、福岡のうどんってめっちゃ優しくない？ねえ。私たち、アパートから、ちょっと歩いて20分くらいうん。いたところに、24時間やってる、助さんうどんっていうね、うどん屋さんがあるんだけど、めっちゃ行くよね。もう、スープまで全部飲んじゃうし、行っうん。たら絶対丼も一個追そう加するだね。し、しかも深夜に行くしね。うん。そう、めっちゃ美味しいんですよ。なんか優しいお出汁で、なんだけど、こうなんかしっかりこう出汁の風味とかもね、うん。あって、で、なんか飲んだら体に染みるって感じ。なんかラーメンとかって結構がっつり食べるから、お腹いっぱいって感じだけど、福岡のうどんはなんか食べたらこう体がスーって吸収してくれてるような、うん。めっちゃ染みる味をしてて、結構ね、福岡って言ったらラーメンって思われがちだけど、うどんおすすめだよね。私はラーメン好きだけど、うん。うどんの方がもっとおすすめかな。そうだよね。うん。なんかもともとさ、私たちがよく行く助さんうどんうん。とかも日本人の人しかいなかったじゃん。そうだね。だけど最近ね、ちょっと韓国の人とかが増えてるから、ちょっとずつ海外にも見つかってきている文化かなと思います。ちょっと気になる方、ぜひ、福岡行く予定があるよとかっていう方、スケさんうどんってちょっと調べてみてください。概要欄の方にもリンク貼っときますね。最近は全国チェーンになってるしね。そうだね。まだまだちょっと数は少ないけど、うん。全国展開が始まったので、他のとこ、東京とかだったら食べれるのかな、多分。ね。行列だったって。うん。そうなんです。なんで、ぜひぜひちょっと食べる機会がある方、食べてみてほしい。めっちゃ美味しいです。とか、結構私たちね、食べるの大好きだから、ハン君天ぷらとかも好きだよね。天ぷら好きだね。どこだったっけ？ハン君が美味しいって言ってて一緒に行ったとこあったじゃん。平尾。あ、そう、平尾。めっちゃ美味しかった。平尾って皆さん、福岡のね、お店なんだけど、超おすすめです。しかも揚げたてがもらえるじゃん。そう、めっちゃ熱々のものが目の前に来るからね。天ぷらの定食なんだけど、多分5、6種類くらいかな。うん。天ぷらがあるんだけど、全部をこう、お皿に盛り付けて、はい、どうぞって渡されるんじゃなくて、揚げたものからどんどん1個ずつ食べてる時に前に置かれるんですよ。なので、まだ到着した時はなんかじわじわ言ってる感じうん。の天ぷらを食べることができて、サックサクでね、美味しいよね。美味しい。うん。天神とかにあったよね。天神にあるんですの。またちょっと食べたいな、久しぶりに。うん。美味しいよね。平尾っていうお店もちょっと概要欄に貼っておくので、気になる方見てみてください。結構ハン君はね、日本食とかも好き嫌いなく食べるじゃん。うん。でもハン君、お寿司も好きだったけど、もともとはちょっと生臭い、その匂いが苦手で食べれなかったんだけど、私の地元のお寿司屋さんに行って、ハン君はお魚、こう生で食べるお魚がこんなに美味しいっていうことを気づいたよね。もともとイカとか、うん、よく食べるサーモンとかうん、は好きだったけど、うん、エビ。うん、でも、青魚うん、光り物うん、うん、のお寿司とかうん、生とかは食べなかったんだよね。うん、その、
臭みって感じたから。うんうんうん。臭みって感じたから。うんうん。でも、春の地元に行って食べて、アジとかうん。生で初めて食べたけど、うん。本当に美味しくて、うん。また行って食べたいなって思うくらいにうん。好きになった。そうだよね。私がこの間ね、ちょっと友達の結婚式で島根に行った時に、家族でちょっと食べた時の写真出すんですけど、こんな感じ。これめっちゃ美味しくて、で、ハン君に送ったんですよね、この写真を。そしたら、ハン君、美味しそうとかいいなとかじゃなくて、めっずるい。ちゃ、そう、拗ねてました。ずるい。一人で美味しいの食べて。ねえ、ちょっとめっちゃ美味しかったんですよ。こんな感じで、お寿司とかもね、好きだし。ハン君とはね、一緒に日本の中、いくつか旅行に行ったんです。広島行ったでしょ？私の地元の島根行ったし、大阪もね、一緒に旅行した。まあ、日帰りだったけど、奈良も行ったし、熊本、長崎も行った。あと、愛知も行ったね。愛知行ったね。ね、旅行先で食べたご飯で一番美味しかったもの、お寿司なしでありますか？私は、うん、名古屋で食べたうん。味噌カツ。ああ、わかった。ラムチうん。だよね。お店のリンクはまた概要欄に貼っておきます。めっちゃ美味しかったね。私、その職場でうん、名古屋行くことあったらぜひってみんなにうん。教えてるんよ。あ、そうなんだ。うん。で、本当にあれはね、美味しすぎた。私もさ、めっちゃおかわりしたよね、確か。いやー、外で食べるのを、外うん。食で春がおかわりするの初めて見た。そうだね。あの時はもう美味しすぎて、ちょっとなんうん。か胃がバグってた。うん。すっごい味噌カツっていう、その愛知の名物だね。味噌で作ったソースをとんかつにかけて食べるもので、こんな感じです。めっちゃ美味しかったし、なんて言うんだろうね、人気な理由が分かったよね。うん。そう、すんごい美味しいんですよ。なんかどう美味しいかっていうのが表現難しい。難しいね。なんか、普通食べる味噌の味と違うから、うん、濃ゆいし、甘いし、うん。うん。そうそう。なんか日本って結構甘じょっぱい。うん。甘くてしょっぱくてみたいな味付け。韓国もそうだよね。するんだそうだね。けど、多分アメリカとかヨーロッパとかの方は、あんまり味噌っていう文化があんまりないのかなと思うんですけど、日本とか韓国って結構味噌っていうものを食べるんですね。で、愛知県は赤味噌って言って、日本って地域によって食べる味噌の種類が違うんですけど、愛知県は赤味噌を食べるんです。で、その赤味噌を使った味の濃ゆいうん。甘じょっぱいソースがかかってて、熱々のとんかつでネギがたっぷり乗ってて、それをネギと一緒にパクッと食べると、もうご飯が止まらないんですよね。うわーって食べちゃうくらいうん。美味しかったです。ラムチ、思い出したらめっちゃ行きたくなっちゃった。ラムチ本当に美味しかった。ねえ。あと、私、愛知のおすすめだったら、きしめんかな。きしめん美味しかったね。ね、美味しかったよね。最初のご飯だったし。そう、愛知に到着して一番最初に行ったご飯屋さんが、景色。あ、確かにそんなうん。感じだったかも。だったね。そこもちょっと概要欄に貼っておきます。の、きしめんって言うんだけど、きしめんってどんなものかちょっと説明してもらっていいですか？麺の幅が広いうん。うどんみたいな感じかな。そうだね。そうそう。ちょっと写真出しますね。こんな感じです。で、これ実際に私たちが食べたやつなんですけど、エビの風味だったよね。うん。あれがめっちゃ美味しくて、私は結構ね、愛知の旅行中にもう一回行きたいっていうくらい、きしめんが美味しくて、で、しかも、ちょっと上の方に写ってるおにぎりみたいなやつがあるかなと思うんですけど、これは天むすっていう、こっちも愛知の有名な名物の一つで、エビの天ぷらだよね。春はエビにして、ハン君ハンは穴子だ。君が、そう、穴子にした。うん、そうそう、天ぷらを入れたおむすびが天むすうん。かななんですけど、こっちもめっちゃ美味しくて、私、帰りにね、天むすいっぱい入ったやつ買ってずっと食べてたよね。うん。ちっちゃい天むすがうん、6個、8個くらい入ってるものを買って、うん、空港でずっと食べてたね。そう。旅行ってやっぱさ、お腹がいっぱいでも食べたくなる。もう帰るうん、前までずっと食べたい。そう、ギリもギリまで。う帰ったら食べれないし。そうだよね。うん。でもさ、今までさ、いろいろ旅行行ったけどさ、うん。愛知は結構ダントツで美味しいものを買ったよね。愛知で食べたものは全部美味しかった。そうだよね。なんか何食べても美味しかった。あれ、スイーツ、赤福。
赤く。そう、これです。これもめっちゃ美味しかった。私たうん。ちお土産で自分用にね、うん。何個入りだろうあれ、12個くらい。12個入り う ?8 ん。個入りとか買ってきて、緑茶と一緒に食べたね。そう、もうめっちゃ美味しかったね。うん。愛知行ったらぜひ赤福は絶対食べてほしいですね。という感じで結構ハン君とはもう付き合って2年ちょっと経ってるんですけど、私たちたくさん旅行とか行ったり、お家でご飯作ったりしながら楽しく過ごしています。で、これからなんですけど、動画を通してね、日本人のリアルな生活とか、カップルのリアルな会話とか、日本のリアル、なんか税金高いとか、そういうなんか私たちが生活して思うリアルな情報も皆さんにお届けしていければと思います。はい。ですね。これからよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。ということで、今日の動画は以上になります。皆さんいかがでしたか？ぜひ面白いなと思ってくれた方、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。